県北九州市早朝の門司港駅。かつては九州鉄道の玄関口として君臨した大正3年の駅舎が夜明け前の静寂に浮かび上がる。暗闇で見るとより重厚感が増すよな。関門トンネルが開通した昭和17年以降も関門連絡船は使われていたけど、昭和39年に廃止。現役当時に近い姿で連絡通路が保存されているから、今から連絡船に乗って海峡を渡るような旅情をかきたててくれるよな。ところで、かつて JR 九州で最も長い電車は特急かもめ、みどり、ハウステンボス3つの特急をつなげた13両編成だったけど、10年ほど前に消滅。その後は12両編成が最長となった。一つは特急きらめきで平成の終わり頃に短くなっている。そしてもう一つがこれから乗車する 3323M 快速南福岡行き。なんと12両すべてが国鉄の近郊型電車415系で蘇生される今となっては貴重な編成。8両編成でやってきた門司港止まりの415系ステンレス製車両。この編成の南福岡側に東海型の顔をした415系構成車両4両をつなげて12両編成が完成。昔常磐線の中距離電車で見かけた長い415系を彷彿とさせるよな。北北豊線の黄色、緑やオレンジの快速幕が収録された行き先表示が面白い。快速南福岡行きはシンプルな赤文字の快速。これはこれで渋くていいよな。国鉄型415系に似合っている。時刻は6時56分。静かに門司港駅を後にする。この時点では貸し切り状態の車内。12両もつないでラッシュ対応しているんだから、きっとこれからどんどん混雑してくるんだろうな。ちなみに土休日も12両編成で運転されているそう。東小倉駅はかつて車と人を一緒に運んでくれるカーフェリーの鉄道版カートレインが発着した駅。関東方面へはカートレイン九州。行き先は汐留、恵比寿、浜松町と変遷。全席 A 寝台の豪華編成だったけど、晩年は B 寝台になった。名古屋行きはカートレイン名古屋。4人用と6人用の個室がついた欧風客車ユーロライナーが使われた。1994年までの運行だったそう。乗ってみたかったな。西小倉と停車し、少し走ると福
複雑に入り組んだ道路の下を日本製鉄の専用鉄道、通称黒金線が張っているのが一瞬見える。変わった形の貨車が走っていて面白いんだよな。官営八幡製鉄所が敷設。昭和5年に使用を開始。当時は単細線と呼ばれ、戸畑地区からは航路を使って鉄鉱石を還元すると産出される銑鉄を、八幡地区からは銑鉄を鋼に転換する成功で発生する鉄鋼スラグや石炭の灰を運び、埋め立てに使っていたそう。若松地区と戸畑地区を結ぶ赤い吊り橋、若戸大橋が見えると戸畑駅に停車。橋を渡った先の若松港は、かつて筑豊で産出された大量の石炭を出荷した重要な港。門司港の実行が始まった翌年の明治23年に実行が始まっている。門司港と同様、レトロな建築物が多く残されているんだよな。戸畑地区と八幡地区を隔てる小高い丘をトンネルで通り抜けると、枝光を高速で通過。モーター音高らかに快速らしい瞬速を飛ばす。国鉄電車の力強い高速走行。あと何年聞くことができるかな。さっきオーバークロスした黒金線が美しいアーチ橋を伴って再び合流してきた。 JR の下をくぐり海側に出ると、八幡製鉄所時代の本事務所が残る八幡地区のヤードに到着。背後に広がる広い空き地は八幡製鉄所の跡地で、かつて鹿児島本線は跡地の向こう側の縁に沿って走っていた。その跡地には平成2年にテーマパークスペースワールドができた。巨大なスペースシャトルが鎮座する景色はシュールだったよな。2018年正月で閉園。たくさんの思い出をありがとう。きれいに撤去され、再び空き地に戻っている。火入れの年1901を誇らしげに掲げる八幡製鉄所東田第一航路。幾度と操業停止と再開を繰り返しながら銑鉄の大量生産が可能になったとか。日本の近代化に大きく貢献してくださった先人に感謝だな。工業地帯らしく、黒崎駅からも貨物専用線が分岐していて、三菱ケミカルから農商産を積んだ貨物列車がやってくる。行き先は大牟田にある三井化学の工場、通称大牟田貨物と呼ばれる九州の名物貨物列車の一つ。三井化学側の専用線が凄まじく、なんと三井三池炭鉱時代の専用鉄道、三池鉄道の路線と電気機関車をそのまま使用している。大きな朝日町踏切を悠々と行く姿に取りつかれ、何回も何回も通ったよな。こちらは東芝戦時型と呼ばれる機関車で、昭和12年製。三井三池炭鉱の一つ宮浦港に隣接する宮浦駅で貨車を分割し、なんとさらに古い大正5年製国産電気機関車に付け替える。まだ96が新造されていた時代だよな。それが動いているなんてすごい。黒崎駅からはかつての西鉄の路面電車を彷彿させる筑豊電鉄が発着している。というのも、普通の線路を走るけど車両は路面電車みたいで面白いんだよな。
かつてこの区間は西鉄北九州線の一部であり、筑豊電鉄が黒崎駅前まで乗り入れてくる形だったそう。ありがとうございます。快速列車南福岡行きです。折尾、恵比寿、赤間、東郷、福間の順に停まります。次の折尾から乗り換えのご案内いたします。中間、倉手、直方、新塚方面、福岡豊線経由の博多行きは7時49分、7番乗り場です。本庄、二島、武道会方面、若松行きは7時51分、6ちょう番乗り場です。どここから西鉄北九州線の廃線が折尾駅に向けて分岐しているのがわかるな。7時50分。415系の白い合成車両8両編成とすれ違った。東海型の顔を持つ国鉄近郊型電車の長い編成は岡山辺りでまだ見られるけど、近いうちに見られなくなるんだろうな。福岡長崎経由の直方新塚方面博多行きは7時49分、7番乗り場です。若松行きは7時51分、6番乗り場です。新しい高架線に上がると、できたばかりの折尾駅新ホームに到着。鹿児島本線と筑豊本線の若松行き、黒崎方面行き、すべてのホームを集めて乗り換えしやすく改善している。確かに以前の折尾駅は乗り換えに長い通路を歩いたっけかな。大正5年の美しい駅舎が記憶によみがえる。そういえば三池炭鉱の電気機関車と同い年か。折尾駅を出たところで再び貸し切り状態になっていることに気がつく。いつの間にか折尾で大勢降りていったんだな。遠賀川を越えると遠賀川駅。かつてこの駅から南下していた室木線のガーダー橋が未だに残されている。山陽新幹線を建設する際に物資を運搬する役割も担っていたそう。北側へも進駐軍時代の芦屋基地へ向けて芦屋線が伸びていたそうだが、痕跡はなさそうだな。開けていた平地の風景が一変し、山が迫ってきたら北九州の都市圏と福岡の都市圏を分ける鹿児島本線の難所城山峠はすぐ目の前。